はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、ちょっと今日こんな手ぬぐいになっちゃってますけど、今日はね、京都におります。京都でですね、カッピングイベントに参加しております。その道中でちょっと帽子をなんとなくしてしまいまして、こんな風貌になっております。カッピングイベントなんですけど、このスランプスアップというカッピング会ですね。これはね、一般の方でも参加できるというので、今回ですねは京都でやるということなので、今日はね参加をさせていただきました。めっちゃスムーズに。ジャスミンティーのプロセス。はあ。ちょっと書いてみる。ジャスミンティー。すごいな、こんなコーヒーもあるんだ。これがブレワーでコンペティション豆。ああ、これすごい、これ小さいですよね。結構シャープな感じですね。甘みもあるんですけど、本当だ。キレがあるというか。本当だ、すごい綺麗。はい、これがオプションで引かれましたコンペティションロットですね。すごい香りということなので、ちょっと嗅いでみたいと思います。すごいぞ、すごいぞこれ。なんだこれ、嗅いだことがないぐらいの。これが当たります。なんて表現したらいいのかがわからない、まだ私には。インフューズドは果物とかと一緒に入れて、瓶に入れて発酵させてる。そうですね。で、それをナチュラルにするかも白にするかでローストします。で、これは果物じゃなくて葉っぱとか一緒に入れる。葉っぱとか花とか一緒に入れて詰めて、その葉っぱとかで生豆に香りつける。ティープロセスという、僕もちょっと初めてちょっとカッピングするものになりますね。瓶の中に生豆を入れて、でそのところに花とか葉っぱとかお茶の葉っぱとかを入れて、それで香り付けをして、でまた数時間置いたらその花が持つ香りが全部なくなっちゃうので、その古い、花と葉っぱを取って、もう一回新しい花と葉っぱを入れる。それを5回続けるらしいです。でそれで香りをつける、生豆につけてできたのがこのティープロセスいいらしいです。オーストラリアの水が香水なので、ちょっとフレーバーの出方がその水の香水軟水でも変わってくるので、そこも揃えたくてオーストラリアの一緒のメーカーの一緒のお水を。で、グラインドした豆の中に湯を今注いでます。で湯を注いで、4分ほど待ってもらって、その後ブレイクって言って上澄みを崩して香りを確かめてから、その後上澄みを取ります。で飲める状態にしてちょっとクールダウンするのに10分まで待ってもらって、その後スプーンでテイストしていくっていう形になってます。香りのぶつかり合いというか、はい、玉手箱や、香りの玉手箱や、なんですか。すごい。来た、ティープロセス、これ来た。ちょっと行ってみましょう。お茶。コンペティションロット。大会の。ありがとうございます。うわ、すごい、なんだこれ。これは格別だな。ジャスミンティーのティープロセス。どうぞ。何でも。これからの時代また変化を起こすと思いますが。1、2、3、川の字みたいな感じでしてすすぎます。これ上澄み。ここのカップの縁に沿って手前にピューッと引いていくと上澄みが全部きれいに。で洗ってもらって乾かす。でまだ残ってるからそれもきれいに取って。でちょっと残っちゃったやつはスプーンの裏でグッと回して、この崩す作業をブレイクって言います。
でこの時にが一番その香りが感じられるので、でも1カップに1回しかできんから特別な作業なんですけど、10分経ったら飲んでもらうんですけど、上澄みから上側飲んでもらう。下まで行ってしまうとコーヒー沈んでるんで、それがまた舞っちゃうんで、渋みが出たりとかちょっと味が変わっちゃうので、上のこれぐらいやともうコーヒーもないですし飲める状態になってるので、ラーメンみたいにですとより香りが感じます。こう一回こうすくってもらいます。で吸います。で一回すすいで乾かしてから次行くようにしてください。一緒のコーヒーをこっちと混ぜてしまうとフレーバーまた変わってくるので、それのために洗って乾かす作業をしてますので。本物でやるん悪くない。なんかこれでは全然違う。レベルが違う。すっごいうまい。で T プロセスの概念が変わる。もはや高級茶のような領域に入ってる感じがする。ブリュワーチャンピオンのドリップを飲ませていただきます。ここは京都のキングコーヒーさんです。すごいトロフィーが、トロフィー、貴重なんで失敗しないように豆の状態からすごい、これ何でしたっけ、これ T プロセス、すごい香りが。じゃあドリップしていきますよ。どちらのコーヒーもすごい甘いなと思ったんで、今日はカリタのウェーブドリッパーを使ってこう甘さとか質感が綺麗に出るようにこの器具をちょっとチョイスしました。僕しかこの香りが分かんないのがちょっともったいないですね。みんなにこれ伝えたい。これすごいですよ、ここ今。何度ぐらいのお湯ですか？今93度。やってますね。93度。はい。やや浅いの感じなので、ちょっと高めの油温で。ちょっと細かめのグラインドでしっかりと味を引き出そうかなっていう感じです。持ち切ったら完成。ちょっとぐらいですかね。では完成です。よかったらちょっと皆さんこれサーバーから香りもこうやって取ってみてください。すごいな。はい、どうぞ。すごいな。美味しい。ドリップすると結構クリーンな感じですね。ティーもインパクト最初強いのかなと思ったけど、
冷めてくるとまた温度の味の雰囲気がすごく変わってくるんで。で今2つ目エチオピアエチオピア。です印象が、うん、全然違いますね。なんか印象が変わった。品種がティピカのピーベリーってことですね。そうです。なんかティピカのイメージってもっとこうあんま特徴ないと思ってたんですけど、すごいこうなんだろう、赤いフルーツとかそういうのに近い果実感がすごい強いですねこれ。めちゃくちゃ美味しいと思う。ボディ感もしっかりあるし。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はありがとうございましありがとうござた。いました。今日は京都まで来ておりますそしてそのカッピング会に参加させていただきました。自己紹介お願いします。青山ひろなと申します。6年間ちょっとオーストラリアにいてバリスタしてました。メルボルンでバリスタをされていた、日本に帰ってきてこういった今日のこれはどういった団体なんですか？カッピングの、はいとかコーヒー好きが集まるカッピングで、特に私たちのチームはコーヒー好きの人誰でも参加してもらえるので、もちろん初心者の方からプロの方まで皆さんが集まってコーヒーの飲み比べをする。で、はい、私たちのチームのコンセプトとしましては旅かけるコーヒーっていうコンセプトにさせてもらってるので、一つの国から取り寄せたお豆を飲み比べるっていうことをしています。それはこの名前もうこれよろしいですか？スループアップっていうスループアップですね。すするという、すするっていう意味です。で、もうどんぐらいの頻度でカッピング会というのはやってるんですか？最初メルボルンから始めたんですけど、その時は2週間に1回でやってて、徐々に人気が出てきたので1週間に1回の頻度でやってました。で、日本に帰ってきてからは今スループアップジャパンっていうのを日本ので全国でちょっと名古屋とか岐阜とかでさせてもらってるので、はい、あと京都とさせてもらってるので、それは2週間に1回ほどで今の頻度ではやってます。2週間に一遍やっていると、各地で。はい、はあ、そうなんですね。はい、いやすごい。いやね、こうやってね、なかなかね、一般の方とか参加できる会ってなかなか少ないかなと思ってるので、はい、じゃあその情報はじゃあどこに行けば？はい、インスタグラムの方にアップしてますので、もしよければ見てください。ちょっと私のこの動画の概要欄の方に載っけておきますので、はい、そのカッピング会とかね、興味ある方ぜひね、そこの情報をぜひ見てってください。はい、いや今日のあれすごい衝撃的でした。お茶、はい、何でしたっけ？ティープロセスのティープロセス、はい、これすごかったです。本当ね、お茶とコーヒーの掛け合わせた感じで、もう自然な感じの掛け合わせだったので、これから結構これ流行るんじゃないかなと思ってるんですけどね。美味しかったです。はい。美味しかったです。はい。いや本当ね、すごく楽しかったです。なのでぜひね、近くでやる、もしくはもう遠方からでも参加ね、表明できますので、ぜひその情報をね皆さん見てってください。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。